はい、こんにちは。今回ですね、いつもと違う画角でですね、いきなり始まったんですけども、いつも通り、イヤホンの話題ですね、やっていくんですけども、今回カメラをですね、買い足しまして、こちらですね、今正面で撮っているカメラと、今まで通りですね、こういう上からのカメラですね、2台体制にしてみました。はじめはですね、この上からのカメラですね、こちらを買い替えようかなと思ったんですけども、せっかくカメラが2台になるタイミングがあったので、こんな感じでですね、正面のカメラと上からのカメラですね、2つにして撮ってみようということにしてみました。この方がですね、皆さんもしかしたら飽きないかもしれないので、一度試しにですね、やってみようという試みになります。ぜひですね、今までのように上からだけのカメラがいいのか、こんな感じの2台体制がいいのかっていうのをですね、コメントで教えていただけると助かります。後で投稿欄からですね、アンケートなんかも取ってみようかなと思っていますので、ぜひご協力お願いします。ちなみにですね、こういう前からのカメラ入れましたけども、今まで通りですね、顔出すつもりは今のところですね、予定はありません。はい、ということでですね、最初、本題と違う話になっちゃったんですけども、今回はですね、2022年版のおすすめの1万円台で購入できる完全ワイヤレスイヤホンですね、ランキングでご紹介したいと思います。前回ですね、1万円以下のランキングご紹介させていただいたんですけども、今回はですね、1万円台ですね、1万円から2万円までの価格帯のランキングということになります。昨年までですと1万円台後半のものじゃないとなかなかですね、クオリティ担保できないかなと思っていたんですけども、2022年はそこをですね、もうちょっと安いモデルでも素晴らしいモデルというのがたくさん出てきて、1万円台中盤ぐらいがですね、結構激戦区だなって感じがしているので、こちらを含めてランキングとしてご紹介していきたいと思います。今回もですね、あくまで私が持っている1万円台のランキングということでご紹介しますので、私が持ってなくてもっといいモデルもしかしたらあるかもしれないんですけども、そこはですね、ご了承ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心に細かくしっかりとお伝えすることをポリシーとして運営しているチャンネルになりますので、チャンネル登録まだされてないという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まず、2022年の1万円台で購入できる完全ワイヤレスイヤホンランキング第5位はこちらとなります。ゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスとなります。こちらですね、2021年の1万円台のランキングで1位とさせていただいたモデルになってるんですけども、外観はですね、こんな感じになっていまして、それまで発売されていた CX トゥルーワイヤレスとかですね、その辺なんかと同じような外観になっているんですけども、CX トゥルーワイヤレスよりも若干ですね、コンパクトになったっていうのがとてもいいポイントでした。今回はですね、得点をつけてみたんですけども、こんな感じになりまして、音質はですね、今回ご紹介する中でも抜群にいいなと感じてはいるんですけども、やっぱり総合的な点数をつけるとなると、ビルドクオリティとかですね、デザイン面とか、そういうものがですね、若干言ってみればしょぼいというか、ちょっとチープ感があるなと感じていまして、プラスチック感があったりとか、このデザイン性とかですね、この辺がちょっといまいちかなという印象で点数がですね、下がってしまったという形になります。2021年のランキングの時と点数がですね、ちょこちょこ変わっている部分があるかと思うんですけども、2022年12月の段階でどんな感じかというのをですね、出していますので、点数がかかってしまっているのはご了承ください。1年以上前のモデルになりますけども、音質はですね、ゼンハイザーらしくですね、キレがあって、解像感も高い音質に仕上がってますので、十分ですね、2万円以上するイヤホンにも匹敵するモデルになっているなと思いますので、そこはですね、十分いいかなと思いますね。あと価格なんですけども、ここには 19,800 円となってますが、ちょこちょここのイヤホンですね、値段が Amazon でも変わってまして、こちら撮影している12月10日ですと 16,800 円とかで購入できるので、そうなってくるとですね、かなりコスパもですね、上がってくるかなと思いますけども、ちょっとですね、通常価格ですと 19,800 円ということで、この価格にさせていただいています。気になる点としましては、機能性とかですね、この価格にしてはちょっと少ないなと感じていまして、4位からのモデルですと、全てワイヤレス充電があったりとかもしますし、そういう部分でも点数が低くなっちゃってるかなという感じがしています。とにかくですね、見た目とかですね、質感、ビルドクオリティなんかはそこまで重視してないので、ノイキャンが入っていて音質を重視したいという方、ゼンハイザーサウンドが好きって方にはめちゃくちゃおすすめかなと思いますね。ということで第5位はゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスとなりました。続きまして2022年の1万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキング第4位はこちらですね。ジャブラのエリート5となります。こちらはですね、2022年に発売されたモデルになっていまして、エリート 85T 以来のハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載したジャブラのイヤホンとなっています。これよりですね、上位モデルとなっているエリート7アクティブとかエリート7プロにもハイブリッドアクティブノイズキャンセリングっていうのは搭載されてなかったんですけども、このエリート5になってですね、そこがですね、カバーされるようになってきたという形になっています。外観なんかはですね、こんな感じになっていまして、ケースはエリート 85T とかエリート4アクティブ、エリート3なんかと同じようなデザイン
ザインになっていて、エリート7アクティブやエリート7プロとはちょっとですね、違う外観になっています。で、イヤホン本体もこんな感じのですね、三角形みたいな形になっていて、他のですね、完全ワイヤレスイヤホンにはなかなかないような形になっていて、これもね、かっこいいかなと思いますね。点数表をですね、出しておきますと、こんな感じになるんですけども、若干ですね、ケースやイヤホン本体にプラスチック感なんかあって、ビルドクオリティはちょっとですね、下がるものの、機能性とカスタマイズ性はですね、ジャブラらしくしっかりとですね、担保されていますし、操作感はですね、ジャブラならではのこちらですね、物理ボタン式になっていて、カチカチと押し込めるっていう部分がとてもいいかなと思います。タッチ操作だとどうしてもダブルタップとかトリプルタップで失敗してしまうということもあるんですけども、このエリート5はですね、そういう部分が全然ないというのはとてもいいポイントです。音質に関しても、十分レベルは高いかなと思うんですけども、どちらかといえばフラット寄りな音作りになっています。ただ優しい音になっていますので、何か作業しながら音楽をですね、ながら聞きしたいという方にとってはとてもですね、いいかなと思うんですけども、音楽だけにとにかく集中したいという方ですと、先ほどご紹介したゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスなんかの方がレベルはですね、高いのかなと感じています。で、価格はですね、16,800 円となっていまして、ちょっとですね、1万円台中盤を超えちゃうんですけども、それでもですね、コスパのいいイヤホンに仕上がっているかなと思います。ジャブラのイヤホンは通話品質がとても高いというのが定評があるんですけども、このエリート5も通話品質はですね、とてもいいかなと感じていまして、Zoom で録音した音声、今回ですね、流しておきますけど、こんな感じになっています。はい、こんにちは。こちらは Jabra Elite 5とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側の音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。こんな感じでですね、今回ご紹介する中でも通話品質はですね、一番いいかなと思っているので、音楽も聴きながら、オンライン会議やオンライン授業なんかで通話もですね、よくするし、何でもマルチにこなしたいという方には、こちらですね、とてもおすすめなイヤホンになっているかなと思います。ということで、第4位は、ジャブラのエリート5となりました。はい、2022年の1万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキング、第3位はこちらですね。アンカーサウンドカーのリバティ4となります。こちらも2022年の後半に発売されたばかりのモデルとなっていまして、こんな感じのですね、スティック型のイヤホンになっていて、結構アンカーのイヤホンをつけてる方ってですね、多いと思うんですけども、そんな方にはですね、おなじみのデザインなんじゃないかなと思っています。で、アンカーのイヤホンといえばですね、価格が安いのに、機能性としてはですね、何でも入っているというモデルが多いんですけども、このリバティ4はですね、さらにその上を行っているというか、今まであった機能だけではなくて、ヘルスモニタリング機能といって、耳でですね、心拍数なんかを測って管理できるという機能も備わっているイヤホンになっていて、これまでですとそういうですね、心拍数を測って何かをするというモデルは、スマートウォッチでやるしかなかったんですけど、こちらはですね、イヤホンでもそれをできるようにしたということで、今年発売された Apple の AirPods Pro 2が心拍センサーをですね、搭載してくるっていう噂もあったんですけども、結局それはなくなっちゃったみたいで、アンカーのがですね、先にそれを搭載してきたということで、機能性高いですね。ということで、こちらですね、点数表を見ても 9.5 点ということで、もうほぼですね、満点近いぐらいの機能性があるかなと感じています。満点でも良かったかもしれないくらいですけどね。こちらのですね、レビューを行った時にちょっとですね、私間違ったことを言っちゃいまして、防水性能がですね、ないんじゃないかっていう話をしてたんですけども、ちゃんとですね、チェックしたら防水性能がありましたので、運動時にもですね、心拍センサーの機能を使えるということで、ちょっと申し訳なかったんですけども、そちらもですね、いい点かなと思います。全体的にですね、ハイクオリティでデザイン性とかですね、ビルドクオリティですね、この辺なんかも安っぽさっていうのも少なくてですね、かっこいいですし、この辺のですね、近未来感あるデザインなんかもとてもいいかなと思いますし、全体的にハイクオリティでしっかりとですね、点数を稼げているなと感じています。ノイキャンの部分だけはですね、やっぱりどうしても気になるなと感じていて、点数は一番下がってしまったんですけども、ちゃんとノイキャン聞いているときは十分聞いているなと感じるんですけども、私が使っていると、電車に乗っていて、窓からですね、風がですね、断続的に入ってくるときに、その時の音がやたら大きくなっちゃったりとか、電車を乗ろうと思ってホームに立っていたら、急にですね、ノイキャンがオフになっちゃったかのような騒音がですね、外から入ってきて、ノイキャン表示になっていたりとかですね、そういう不具合なのかちょっとわからないですけども、そういう現象が起きてしまったので、ノイキャン点数だけはガクンとですね、下がってしまったという形になっています。それでもですね、3位にですね、なるということで、めちゃくちゃクオリティは高いかなと思いますね。価格もですね、これぐらいコスパが高いのに、14,990 円ということで、15,000円切ってくる価格ということで、さすがアンカーなだけあってですね、素晴らしいかなと思いました。音質もですね、アンカー独自のドライバーで、ダイナミックドライバーが2機搭載されているということで、これもですね、なかなか珍しいんですよね。他のイヤホンですと、ダイナミックドライバー1機とバランスドアマチュアドライバーの組み合わせというものが多いんですけども、こちらはダイナミックドライバー2機ということで、なかなか珍しいイヤホンになっています。アンカーのイヤホンって安くなればなるほど、とにかく低音が
が強くて、その低音にですね、頼り切っちゃってる音という形になっていて、あんまり得意じゃなかったんですけども、このリバティ4はですね、バランス的にはいいかなとも感じていまして、OS 面でも十分使えるかなと思います。アンカーサウンドコアの製品で保証もしっかりしているみたいで、私はですね、保証をですね、使ったことないんですけども、アンカーの会員登録すれば2年間保証がありますし、口コミなんかを見ていると結構ですね、対応なんかも早いということを聞きますので、そういう部分でもですね、かなり優位性はあるのかなと思っています。はい、ということで第3位はアンカーサウンドコアのリバティ4となりました。2022年の1万円台のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンランキングの第2位はこちらですね。JBL のライブフリー2 TWS となります。JBL のイヤホンってですね、今までですと結構ハイエンドなモデルですね。2万円以上のモデルで結構上位をですね、獲得してきていたと思うんですけども、今年はですね、1万円台前半で購入できるこちらですね、めちゃくちゃ完成度が高くてコスパもいいイヤホンになっています。見た目はこんな感じのですね、結構四角い感じのケースになっているんですけど、とてもですね、コンパクトでかっこいいですね、イヤホンになっていて、点数表を出しておくとこんな感じでですね、ビルドクオリティやデザイン面の中でもかなりですね、高得点かなと感じています。イヤホン本体もかなりちっちゃくて、こんな感じの豆粒みたいなイヤホンでですね、私の親指と比べるとこれぐらいコンパクトなイヤホンになっていて、装着感なんかもめちゃくちゃいいんですよね。このキラッとしたですね、デザインなんかも結構目立ちそうな感じはするんですけども、この JBL のですね、ロゴが黒でそこまで目立たないので、めちゃくちゃいいかなと思っています。機能性に関しては先ほどご紹介したアンカーサウンドコアのリバティ4に比べると若干落ちまして、心拍機能なんかはもちろんないんですけども、でもワイヤレス充電もありますし、ノイキャン外音取り込みの性能もしっかりとしていますし、とてもですね、クオリティが高いイヤホンになっていて、これとてもいいですね。運動するときなんかもめちゃくちゃいいかなと思います。装着感がめちゃくちゃいいんですよね。装着感はですね、今回ご紹介する中で私は一番いいと思ってまして、耳の中にですね、収まってあまりはみ出ないですし、運動なんかしたりとかですね、頭振ったりなんかしても全然外れないので、これめちゃくちゃ良かったです。装着した瞬間ですね、めちゃくちゃ装着感いいなってですね、実感できる装着感になっていますので、ぜひですね、一度試してみていただきたいです。で、音質もですね、点数的にはサウンドコアのリバティ4とですね、同じ点数にはなっているんですけども、個人的な好みで言えばこちらのですね、JBL ライブフリー2のが結構低音のアタッカーのですね、パンチなんかがキレがあって質感も高いですし、こちらが好きかなと感じています。価格はですね、アンカーとほぼ変わらない価格帯になっていて、点数もですね、結構似通った部分があるかなと思うんですけども、僅差で JBL ライブフリー2のが高くなったという形になっています。点数をですね、見ていただく限り3位のアンカーサウンドコアのリバティ4と2位の JBL ライブフリー2はですね、ほとんど変わらないんですけども、機能性を重視していただく方は、もちろんアンカーの方が優れていると感じますし、心拍センサーなんかはいらないから装着感とかですね、ノイキャンの安定性なんかを求める方はライブフリー2のがおすすめかなと思います。普段生活でですね、使いたいなと思う感じはやっぱりライブフリー2かなと思うんですけども、どちらもですね、いいイヤホンで、好き嫌いというか、どちらがいいかっていうのはですね、人それぞれだと思いますので、どういうところをですね、重視するかというのを考えていただいて選んでいただければと思います。それからですね、この JBL ライブフリー2には、同時期に発売された JBL の公式ショップ限定のライブプロ2というモデルがあるんですけども、そちらもですね、ほぼ同じ価格帯で同じような機能が入っているイヤホンになっていて、そちらはですね、スティック型のイヤホンになっています。スティック型のイヤホンですので、そちらの方が装着感がですね、若干軽かったりとか、通話品質なんかもいいなと感じているので、そちらもですね、いいかなと思うんですけども、今回はですね、ライブフリー2をランキングインとさせていただきました。ということで、2022年の1万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第2位は JBL のライブフリー2 TWS となります。はい、ということで2022年の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第1位はこちらですね。ワンモアのエボとなります。上半期のおすすめを作ったモデルの中でも、1万円台後半のおすすめとしてご紹介させていただいたモデルとなっているんですけども、やっぱりですね、年間通してみても1万円台の中だったらとてもですね、おすすめかなと思います。ワンモアはまだあまり聞いたことがない方ですね、いらっしゃると思うんですけども、グラミー賞をですね、4度獲得したサウンドエンジニアの方が在籍していたりと、音質へのこだわりもですね、すごくて、こちらもですね、かなり音質も高いモデルとなっているんですよね。で、点数表もですね、こう横にまた出しておきますけども、ビルドクオリティなんかもしっかりしていて、1万円台だとですね、なかなかやっぱり2万円以上とか3万円台するようなイヤホンに比べると、ビルドクオリティ落ちてしまうものが多い中で、こちらはですね、ちょっと金属感があるようなケースになっていて、ひんやりした質感になっていまして、かなり高級感もあります。触った感じもですね、少しマットめな感じはするんですけども、指紋なんかもつけにくいようなデザインになっていて、かなりですね、高級感もあったりするんですよね。デザイン性とかビルドクオリティですね、今回の中で一番とさせていただいたですね、9点となっていて、結構ですね、2万円以上するモデルなんかよりも勝っている
部分たくさんあるんじゃないかなと思います。イヤホン本体もこんな感じでですね、表面もですね、キラッとしつつ、周りがですね、シルバーになっていて、この辺なんかもですね、かなり高級感あるかなと思いますし、質感がですね、とてもいいのがテンション上がるポイントです。やっぱり完全ワイヤレスイヤホンって外に持ち出すっていうのが前提だと思いますので、買ったはいいけど見た目とかがしょぼくて、やっぱ外に持っていくのがテンション上がらないとか、今日は置いていけばいいかなって考えちゃうと、やっぱり購入したい意味っていうのが薄れてしまうと思いますので、こういうですね、高級感があるモデルっていうのはとてもいいんじゃないかなと思いますね。機能性やカスタマイズ性もですね、十分もちろんありまして、アプリなんかにも対応していますし、他のイヤホンにないようなですね、エイジング機能なんかっていうのも公式アプリで搭載されていたりとか、あとイコライザーがですね、とにかくいろいろこだわっていて、聴力テストみたいなことをして、皆さんの耳に合わせたイコライザーを作ってくれる機能なんかもあったりして、その辺なんかもですね、かなりいいかなと感じています。音質もですね、かなり良くて、先ほどご紹介したように、グラミー賞4度ですね、獲得しているサウンドエンジニアの方が携わっているというのもあってかなりですね、レベルが高いなと感じています。ドライバー個性はダイナミックドライバー1機とバランスドアマチュアドライバーが1機と支えているということもあって、高音のですね、解像感とかきらびやかさなんかのっていうのもしっかりありまして、とてもですね、良かったんですよね。結構マルチにいろんな楽曲を楽しめますし、かなりですね、ハイクオリティの音だなと感じています。結構ですね、このイヤホンって、イヤホン本体の厚さは結構分厚いんですけども、それでもですね、装着感もめちゃくちゃ良くて、しっかりとですね、耳に装着されますし、頭を振ったりしても全然ですね、外れるって感じがなかったのがいいポイントだなと思いました。結構これだけ分厚いとですね、安定感がないかなと感じたんですけども、そういう部分をですね、しっかりと考慮して作られているんだろうなと感じています。今回ですね、こちら難点があるとすれば、価格が 19,900 円ということで、他のですね、2位、3位、4位のものに比べると2000円とか3000円とかですね、価格が高くなってしまうので、そういう部分でですね、マイナス面はあるかなと思うんですけども、そこはですね、クリアできるような方であれば十分ですね、お勧めできるイヤホンかなと思っています。セールなんかでもですね、結構安くなったりしているみたいなので、そういう時に買っていただくっていうのもとてもいいかなと思いますね。価格以下ですと、特別ですね、ここが悪いっていう部分もなくて、まんべんなくですね、高得点を獲得していて、今回ですね、1位ということになりました。ワンモのイヤホンをしている方ってあんまり見ないんですけども、個人的にはですね、これ提供していただいたモデルではあったんですけども、それを抜きにしてもとてもいいかなと思ってですね、個人的にですね、いい発見だったかなと思っています。ということで、2022年の1万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキング第1位はワンモアのエボとなりました。はい、ということで今回は2022年の1万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキングということで、ご紹介してきました。どうしてもこうやってですね、点数をつけていくと、ノイキャンが入っているですね、機能性が高いモデルっていうのがランキング上位に来るなと感じているんですけども、個人的にはですね、こういう音質に特化したようなですね、ZA2000 みたいなモデルっていうのもとても好きだったりするんですが、なかなかランキングに入れるのは難しいかなと思いましたね。今回のですね、この動画では一個一個のイヤホンについて、細かくしっかりとですね、レビューするということは、時間の都合上もなかなか難しいんですけども、今回ご紹介したイヤホンたちは、それぞれですね、個別のレビュー動画っていうのを上げていますので、気になった製品があれば、そちらもですね、ぜひチェックしていただければ幸いです。今回ご紹介した5機種ですね、どれもですね、特徴があって素晴らしいモデルなのは間違いないと思いますね。あとはですね、デザイン性とか、今回のですね、動画の中でお伝えしたような特徴の中からですね、どれが自分に合っているかっていうのをですね、加味していただいて、ご購入を検討していただければと思います。この動画の前はですね、1万円以下のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンランキングをご紹介しまして、今回はですね、1万円台ということだったんですけども、2万円台のランキングとか、3万円以上するランキングとかですね、インナーイヤー型のランキングみたいなのも作っていきたいと思いますので、その辺ご興味ある方はぜひですね、チャンネル登録もしていただければ幸いです。それから最初にもご紹介した通り、今回ですね、初めて前から撮る映像と上から撮る映像ですね、2つの画角から紹介する動画撮ってみたんですけども、これまで見ていただいた方は見やすかったかどうかとか、飽きなかったかどうかみたいなところもですね、コメントでですね、教えていただけるととても嬉しいです。投稿欄でですね、アンケートも取りたいと思いますので、そちらもですね、書いていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それから私は Twitter もやってまして、Twitter ではこのチャンネルの更新情報なんかをつぶやいていますので、ぜひですね、そちらもフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。